この番組は女性ホルダーたちが自らの体験談を踏まえながら MBA のビジネス理論を解説していきます。前回のマーケティング5個に続き、今回はブランド戦略について聞いていくよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは自己紹介をお願いしたいと思います。まゆゆ。はい、まゆゆです。製薬会社勤務企画部担当です。 MBA メンバーのお母さん的存在なんですけれども、今回も覆面キャラで登場いたします。突っ込んでいいですか？これ被ってると年齢全然ですし外したついにお母さんよ、お母さんもう一回しようかなさあ、そしてきりちゃんお願いします。はい、私もまゆゆと一緒で2020年4月に MBA を卒業して MBA ホルダーになってます。現在は、レゴとか、あとソニーさんが出しているトイヨっていうロボットプログラミング教材の販売代理店でマーケティングを担当しています。さあ、そして私毎度おなじみの、えっちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ前回のおさらいから入るけど、マーケティングとブランディングの違いについて教えてよ。マーケティングっていうのは勝手に売れるこの仕組みを作ること、市場を作ってそれを広げてこう認知度向上を図っていくっていう。ブランディングって一言で言うと、そこからさらにイメージアップしていくことなんだよね。っていうのは、こっちから良い商品ですよ、使ってくださいねってどんどんアピールするばっかりじゃなくて、良い商品ですねってお客さんの方から言われるような、そんな仕組み作りのことなんだよね。なるほど。じゃあもっと詳しくブランドの作り方を教えてよ。マツダの話なんだけど、昔なんかファミリアっていう車があったんだけど知ってる？それをね、中古で買ったんだけど今のマツダの車とは全然違うんだよ。すっごい今の車ってかっこよくなっちゃってて、鼓動デザインって知ってる？まるでなんていうかチーターみたいな生き物みたいな形でものすごいかっこよくなってるんだよね。昔のファミリアは、まあ、そんなでもないっていうか、普通の大衆車、大衆車、ズームってキャッチフレーズでブランド戦略を展開していて、フォードと提携してから変わったんだよね。もう全社挙げてブランド戦略を進めたんだって。あとコマーシャルの影響も結構大きいのかなと思って、ズームだったらズンっていうあれ聞くと、あ、なんかマツダだみたいな、なんかその印象があったり、最近で言うと日産、木村拓哉さんが CM に出ていて、最後の駅やっちゃい日産っていうようなフレーズがあって、あ、ね、ブランディングしてるなっていう印象があったりとか。ねえ、それじゃあさ、キリちゃんなんかブランドの話ってないかな？すごい雑な振り方される最近すごいいいなと思ってる企業がありまして、A24 って聞いたことあります？ A24？ ないかな？知ってる人は知ってると思うんですけど、映画の配給会社なんですよ。映画好きとか若者の中で今ぐんぐん来ている会社で、とにかくやっぱり私はここブランディングうまいなと思っています。何がすごいかって、とにかく尖った作品のみを扱っていると。でそのためには、若手監督とか有名な監督じゃなくても自分たちがクリエイターを発掘して、若手作品ってやっぱり若手監督ですね、お金がないの中で、A24 はこうバックアップしていって世にどんどん尖った作品を出せるようにしていくと。それ以外にも、例えばA24 ってこうロゴが入ってる T シャツを作ったりとか、キャップを作ったりっていうグッズがとにかくおしゃれで、そういうことをこう展開していくことによってファン作りっていうのもどんどんしている。ちょっとね、他の映画配給会社とは違うような活動をされていて、でそこに若者とか映画好きっていうのがこうそのブランドに惹かれて見ている。実際にキリちゃんは何をきっかけに A24 をしたの？ムーンライトっていうアカデミー賞を取った作品があるんだけれども、その時にちょっと知っていて、で面白いなと思ってたんだけど、もうつい最近ですけど、ちょっとね賛否両論ある映画でミッドサマーっていう映画は知ってますかね？すごい尖っている作品
で、こんな尖ってる作品どこが作ってるのかなっていうのをちょっと調べていくと、A24 だったと。そうやってキリちゃんみたいに、何か一つの作品とかサービスとかがきっかけでその会社をすごく好きになって、熱狂的なファンになるっていう人たちが今いっぱい A24 さんにはついてるってことですよね。で裏切らないんですよ。他の作品見ても面白い、ブランドに一貫性があるっていうのがすごく大事。ここで例えばちょっとね、パンチが弱い作品があったりとかしたらやっぱりねちょっとファンっていうのは離れていっちゃう可能性もあるんですけど、それがない。ただちょっと本当に尖った作品が多いので見るときはちょっと自己責任でお願いしますね。私が一番気になってたのは2000年頃かな、ちょっと古いかもしれないけども、カゴのシャンプーのアジエンスって知ってる？それまでのシャンプーって西洋人のモデルの人が多かったんだけど、アジエンスってアジアを意識して作られているんだよね。中国人の女優のチャン・ツィを起用してて、その頃って西洋人がメインだからアジアンビューティーなんてそんなね、アジア人がバーンって出てくるなんて誰も思ってなかったから、すごいセンセーショナルでものすごくかっこよかったんだよね。ブランドの強さっていうのはアーカによると4つの側面があるんですね。でちょっとご紹介させていただくと、まず1つ目がブランドロイヤルティ、顧客満足度を背景とした商品の継続購入で、2つ目がブランド認知、これはブランドをどれだけの人が認知しているかということです。そして3つ目がブランド連想、ブランドに結びついた特定の連想のことを言います。4つ目が知覚品質、品質面で優れていると、顧客が感じているのかどうかということですね。というのがこのブランドエクイティ、ブランドの強さを表すものと言われています。とは言ってもね、これだけのものをこの要素を気にしてやろうとしてもね、企業が思うほどに相手もお客さんも好意的に思ってもらえない。そう思ってもらえるように働きかけるのがブランディング活動。じゃあちょっと一例としてスタバの元役員がこんなことをおっしゃってるんだけど、私たちはコーヒーを売っているのではない、コーヒーを提供しながら人を喜ばせるという仕事をしているのだと明言している。でもう一つ、スターバックスのミッションでは明確なミッションがお店作り、サービス、商品、従業員、デザインなどあらゆる側面に一貫して浸透しているんですね。本当スターバックス私もよく利用しますけど、店員さんがいつもニコニコとしていて、すっごい行くだけで気持ちがホッとするというかハッピーになるというか、ちょっとポジティブになるなっていうのはすっごい感じますね。スタバの働いてる人ってパートナーって呼ばれてるんだよね。だからアルバイトなんだけどパートナーとしてみんな全員平等な働き方をしてるみたいなんだよ。あとね、コップに「センキュー」って書いてくれたり、ちょっと手書きのメッセージとかがその時々にあったりして、あれ素敵だよね。嬉しい。なんかちょっとね会話するんだよね。普通にただコーヒーを買いに来ただけなんだけど、調子はどうじゃないけど、ちょっとこうコミュニケーションを取ることで、なんかちょっと戻ってきたな、ホームに戻ってきたな感っていう、ホッとするっていうのはあるね。だから価格が、スターバックスって他のコーヒーチェーンは価格が高いじゃないですか。それでもやっぱりそのコーヒーだけを飲みに行くのじゃなくて、そういった体験を得てるから、やっぱスターバックスに行きたいっていう感じが高く顧客の心を掴んでるんだなと思います。そうだね。なんかスタバってあれなんだって、広告宣伝費って使ってなくて、それを人材育成費に当ててるらしいよ。確かにこれだけスタバってねお店が増えても、割とね品質というかスタッフさんのサービスの質っていうのは割と全国どこでも一緒かなって思っていて、どこ行ってもそのスタバのこのホット感が味わえられるっていうのは、あったかいよね。人材育成の効果なのかな。そういえばさ、えっちゃんさ、今回も質問のメールが届いてなかったっけ？はい、メール来ております。弊社では自社製造、販売、発送まで一貫体制で行っていますが、コロナ禍の影響もあるのか、メインの自社ブランド商品でさえも売り上げが低迷しています。競合ひしめく中、通販で生き残るための試行錯誤をしています。お客様が必要としているインサイトを教えてください。福岡の化粧品通販販売メーカーの管理職の方、NC さんからいただきました。ありがとうございます。
通販で生き残るため、うん EC で生き残るためにはどうしたらいいのかということですね。でもここの会社ってあれだよね、自社製造から販売発送まで一貫体制で行ってるっていうところ強みだよね。ホームページとかで製造から発送までのストーリーを展開したらなんかいいんじゃないかな。自分たちの思いとかストーリーっていうのを、企業サイトで展開したり、あとは、PR っていうのを兼ねてこう前に広告塔になって、社長とか広報の方がこう話していく、ストーリーを話していくっていうのもブランドの作り方の一つですよね。どれだけ丁寧に作ってるかとか、商品のいいところ、どんどんアピールしていくといいよね。確かにどういう風に作られているかとか、そういうのって、差別化しやすいポイントですよね。あと、製品もそうなんですけども、会社っていうこの会社もちょっと打ち出すというか、この会社が作ってる商品だから大丈夫とか、さっきキーちゃんが映画会社の話してたように、この化粧品会社が作ってるから絶対肌にいいだろうとか絶対安心だろうとか、そういった会社的ブランドのこの信頼性を高くこう上げるっていうのが一つあるのかなと思います。あとはスタッフ、なんか最近はよくその会社のスタッフさんが前面に出て広告塔になっているっていうのが面白いなと思っています。アマゾンのコマーシャルで、ご年配の方が、私はこの年になってもこうやって働けるのが嬉しいっていうような CM を見て、ちょっとファンになって、素敵だなと思って、やっぱり商品に一番近い現場の人の意見って強力だよね。あとEC サイトで売るとなると、やっぱりその商品の見せ方もすごく重要だと思うんですよ。いくら商品が良くてもホームページ見た時に、そうだね、このホームページいつ作ったやつ10年前20年前とかなっちゃうとどっかの更新してないのかなとか。そうだね、それはさっき言ってたブランドに結びついた特定の連想かな。このブランドイメージっていうのがやっぱ古いホームページを使っちゃうとやっぱ古いんじゃないかっていうふうに思わせちゃうので、そこが例えばね、老舗で、古いイメージをつけた、逆に逆張りしてつけたいとすればそれはそれで OK だと思うんですけど、商品とそのホームページのイメージがねずれちゃうとやっぱり顧客は混乱しますよね。そうですよね。あとは載せるだけではなくて使い方説明とかっていうのもいいかなと思います。売って終わりじゃないっていうのは結構いいかなと思ってて、例えばそのメイクを使うとこんなメイクアップができるよとか、自社製造っていうことなので、働いてる人がすごくよくこう化粧品のことを知ってるんじゃないかなと勝手に想像してるんですけど、その人が例えば有料のオンラインカウンセリングっていうのを設けて予約制にして、でそこに申し込んでくれた人に対してオンラインでカウンセリングしてコスメの使い方を教えていくとか、離れられないですよね。なんかファンになっていくというか、自分に合ったメイクを教えてくれる会社。通販で求められるのって結構価格でこう手っ取り早く買うみたいなところに重きを置きがちですけど、やっぱりね、買うっていうことのその体験してもらうっていうところをもうちょっと通販で表してもいいですよね。さて次回は MBA の醍醐味、ザ・お金財務の話となります。皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。質問やご意見も聞かせてくださいね。そして来週は青学以外の MBA ホルダーが登場します。お楽しみに。